フェルデンクライスメソッドっていうのをね学んでいってるんですよ。でフェルデンクライスメソッドって何かなっていうのをねちょっと考えてみたいんですけれども、主義とか方法論じゃないんですね。結局はその学習っていうところにつながった。楽な格好で座ってくださいよ。寝転がっててもいいですからね。結局はその学習っていうところを我々一生涯通じて続けていかないといけない生き物なんです。他の動物と違って、我々っていうのは本能的に備わっているものが少ないので、立って歩くまで1年もかけて、それからようやくいろんなことを生活として取り組んでいくわけなんですけれども、動物って本能的な部分が生まれながらにかなり備わっているので、生きていくための術っていうのが備わっているので、すぐに立ったりとかすぐにそのミルクを飲みに行ったりとかっていうところができるっていうのが大きな違いになってます。だから学ばないと何もできないこの世界ではっていうのが人であるんですけれども、もう学ぶっていう特権があるので他の動物と違って、でその学びはやはり個々人によって違うので、やっぱり人ってそれぞれみんな違ったその考え方だったり形だったり生き方だったりしてるんですけれども、やっぱり他の動物っていうのは大体おおむね同じような行動パターンをとってしまうっていうところがあるので、そういった学習とか学びっていうところを我々はその生活をしていく上でちょっと取り戻していく必要性がどうしてもあるという生き物だと思っておいてください。そうなってくれば何かその対象者の方だったり自分の生活だったりで鍛えていくとか方法を教えていくとか、それから反復練習させるとか真似をさせるっていうだけではなかなか身につかない部分があるんですね。で、いろんなことしていく場面で参考にするべきことはあっても、その通りに当然ね大谷翔平みたいな形で野球ができるわけでもないですし、その通りにはできないですけれども、自分に見合ったやっぱりその動き方だったり生き方っていうのを身につけていかないといけないっていうところをちょっと思っていただければ、フェルデンクライスメソッドっていうのは学習であって、その人に見合った生き方動き方、それからその行動とか行為っていうところにうまく働きかけていくことをちょっと我々はそのお手伝いをしてるんだなっていうふうに思ってみてください。そうするとここでこの人がこれができないのはどうしてかなって思った時に、今までのその考え方でじゃあこのやり方をちょっと指導しよう、方法をちょっと教えよう、1番これして2番これして3番これしてってやったりとか、環境を設定してみようとか、もうちょっとやりやすいような環境をちょっと整備してあげて生活がしやすいようになるべくその苦労が少ないようにしてあげた方がいいなとか、それからそのちょっと筋力がちょっと弱いからちょっと立ち上がったり歩いたりするためにちょっと力をつけさせてあげようとか、それからその可動域がどうしても足りないからもうちょっと筋肉伸び縮みしやすくしてあげた方がいいのかなとか、痛いから痛みを取った方がいいのかなっていうふうに捉えがちなんですけれども、根本的な部分の学習っていうところにあまり関わっていないので、そういったその根本的な部分に関わっていくためには、じゃあその人がその動きを身につけるとか取り戻したり見つけるためには、どういうそういったこの人の取り組むアイデアを我々は持っていただけるかっていうところにちょっとね頭の中のパラダイムシフトをしていっていただきたいなっていうふうに思ってます。今日はそういった意味では、自分の体にちょっとね目を向けていくっていう時間を多めにしようかなと思います。で自分の体に目を向けていくことで自分のその機微ちっちゃい変化だったりとか、普段その注意を向けづらい場所っていうのがたくさんあると思うので、
そういったところにちょっと注意を向ける練習をしてもらうと、対象者の方だったり、あるいはまた明日からの自分自身に対してちょっと注意を向けたり、それからちょっと気にかけたり、それからそこに意識を集中したりっていう作業が少しずつでき始めると、きっといいきっかけだったりとか、あ、こういった取り組み方もいいかなとか、こういうふうにやってみようかなっていうような取り組み方の選択肢が広がってくるんじゃないかなと思います。で、その上で比べていくっていうことをしていきます。さっきと今だったら、なんか今の方がちょっと楽だったなとか、このやり方とこのやり方だったら、こっちのやり方の方がなんかうまくできたなとか、こっちの方がちょっとできなかったけどできるようになってきたなっていうような形で、比べ出してくるんですね。で、比べるっていうことこそ気づくっていうことにつながります。で、この気づくっていうことこそ学習につながっていってるわけなんですね。我々が学習として身につけていくのは決して知識や経験だけじゃなくって、そういった違いを気づいたり知ったり認識したりっていう作業で一つずつ気づいていきながら、自分にとってちょうどいいやり方っていうのを見つけていってます。このちょうどいいやり方っていうのを対象者の方だったり自分だったりでうまく整えていくことができるような、ちょっとまずは素地を作っていっていただきたいなというふうに思います。では立ってもらっていいですか。